こんにちは、安永です。今日は豆の話をしましょう。このビデオには英語の字幕がついています。ぜひ使ってください。今日は豆の話をしながら日本人が日常生活でよく使う漢字や言葉を勉強しましょう。日本人の食事にとって豆はとても大切です。人間はタンパク質を摂る必要があります。日本人は昔から魚と豆からタンパク質を摂ってきました。特に海から離れた場所に住んでいる人にとっては豆はとても重要だったのです。だから豆のいろいろな食べ方があります。日本の食事を理解するには豆について知ることがとても大切です。大豆。日本人が一番よく食べる豆は大豆です。大豆とは豆の一種類です。大きな豆と書いて大豆と読みます。ちょっと豆という漢字の読み方を説明しておきましょう。豆という漢字には3つの読み方があります。豆、ず、とです。豆という漢字はずと読みます。あなたは伊豆に遊びに行ったことがありますか？伊豆は海や山がきれいな場所です。東京から伊豆へ特急列車が走っているので簡単に行くことができます。いつか紹介したいと思っています。この伊豆という地名にも豆という漢字が使われています。そしてずと読みます。豆を使った言葉を少し書いておきます。納豆、豆腐、枝豆、豆知識。それぞれはこれから説明していきます。炒り大豆。まず、大豆は日本人が一番よく食べる豆です。いろいろな食べ物が大豆から作られています。一番簡単なものから説明しましょう。これは炒り大豆です。これは大豆を炒ったものです。炒るという言葉は難しいですね。水や油を使わずに軽く熱を通すという意味です。例えば、節分には豆まきをしますよね。2023年の節分は2月3日でした。節分というのは季節の変わり目という意味です。つまり、冬が終わり、春が始まるという意味です。この節分の日に家の中や外で豆をまきますよね。そしてその後豆を食べますよね。
この時に食べるのが入り大豆です。入り大豆とは大豆を軽く焼いて食べやすくしたものです。入り大豆は自分で作ることもできますが、スーパーでも一年中売っています。枝豆。さて、枝豆というものもあります。居酒屋などに行くと枝豆というメニューが必ずあります。ビールを飲みながら枝豆を食べるのが好きな人がいます。これも大豆です。でもこれは柔らかいです。とても食べやすいです。なぜ柔らかいかというと、種が硬くなる前に収穫するからです。枝豆は枝についたままの状態の豆を食べます。だから枝豆と言います。つまり、種になる前の豆なのです。そしてまだ柔らかいうちに収穫して、それを煮たものが枝豆です。豆腐。それから最もよく食べるのが豆腐です。豆腐を漢字で書くと豆が腐ると書きます。でも豆腐は腐っているわけではありません。またチーズのような発酵食品でもありません。だから豆腐は臭くないですよね。この豆腐の腐るという漢字は変化するという意味です。豆腐を作るときには一度豆を液体にします。それを固めます。このように豆腐は豆が変化したものなので豆腐と書きます。さて、あなたは豆乳というものを知っていますか？さっき説明しましたように、豆腐は豆を液体にしてそれを固めたものです。その液体のままの状態のものを豆乳と言います。豆のミルクという意味ですね。どこのスーパーでも牛乳の近くのコーナーで売っています。豆乳というのはとても美味しい飲み物です。豆腐の好きな人はぜひ豆乳も飲んでみてください。納豆。さて、豆腐は発酵食品ではないと言いました。大豆を発酵させた食べ物もあります。つまり、納豆です。小さな容器の中に入っています。ネバネバしています。納豆用のタレをかけてかき混ぜてから食べます。あなたは納豆が好きですか？きっと好きな人と嫌いな人がいるでしょう。嫌いな人がいるかもしれませんが、納豆のなという漢字はとても大切です。
納得という言葉がありますよね。私は彼の説明に納得した。私は彼の説明に納得した。なという漢字は何かの中に入れるという意味です。つまり、納豆とは豆を入れ物の中に入れて発酵させたものなのです。大豆を発酵させて液体にしたものが醤油です。醤油は発酵させた後に熱を通します。だから臭くないですよね。それから日本にはもう一つ大切な調味料があります。それは味噌です。味噌も大豆から作ります。大豆を発酵させて作ります。味噌汁に豆腐を入れますよね。味噌も豆腐も大豆からできているのです。小豆。さて、ここまでは大豆の話をしてきました。日本人は豆をよく食べます。そのほとんどが大豆です。だから大豆を使ったいろいろな食べ物があります。もう一種類よく食べる豆があります。それは小豆です。小さな豆と書いて小豆と読みます。でも、こまめと読んではいけません。後で説明しますが、こまめというのは違う意味の言葉です。小豆からあんこを作ります。あんこは甘いですね。いろいろなお菓子に使います。あんこの入ったパンをあんパンと言いますよね。それから甘納豆というものもあります。小豆などの豆を甘く煮たものです。納豆とは関係ありません。決して納豆を甘くしたものではありません。これは日本に古くからあるお菓子です。でもご飯と一緒によく食べます。さて、だいぶ長くなりましたが、豆について説明しました。ところで、最近暑いですよね。熱中症には気をつけましょう。熱中症にならないようにするためには、こまめに水分を取ることが大切です。このこまめにという言葉は非常によく使うのですが、豆とは関係ありません。だから、こまめにと書いてはいけませんよ。そう書くと、小豆になってしまいますから。それから、豆知識という言葉もよく使います。もちろんこれは食べ物ではありません。ここでの豆という言葉は小さいという意味です。小さな知識という意味です。小さな電球を豆電球と言います。
この豆も小さいという意味です。はい、どうでしたか？今日は豆の話をしました。日本には豆から作ったいろいろな食べ物があります。また豆を使った言葉もいろいろ説明しました。さて、また日本を紹介しながら日本語の説明をしたいと思います。新しいビデオを作りますので、ぜひ見てください。このチャンネルには日本語を勉強するためのビデオがたくさんあります。JLPT の勉強をするためのビデオもあります。電子書籍もあります。リンクをコメントに書いておきますので、ぜひ見てみてください。では、またお会いしましょう。